ミュージカルコーラスラインについて、語りたいな。もう私の中でですね、人生で3本の指に入る作品なんですよ。今の日本人にこそ見てほしいメッセージがたくさん込められてるな。私はね、大きく分けて3つご紹介したいと思います。まあちょっと歌詞解説をネタバレにならない程度にしたいなと。で、1の歌詞ってね、まあざっくり言うと、日本で言うとこのみたいな感じなんですよ。私の17人の中の推しキャラの話を最後はしてね、お別れしたいなと思ってまして。はい、愛です。西です。愛&西です。はい。というわけでね、前回の1000人ありがとうトークでもお話しさせていただいた通り、私たちやっぱりね、歌ってみたを出すのみにとどまらず、やっぱりミュージカルについてどんどん発信していこう、積極的にっていうお話をねさせていただいたかと思いますんで、今日は有言実行で、はい、コーラスラインについて。ミュージカル、コーラスラインについて、語りたいな。だって近々あるんでしょ、コーラスラインの上映がね。そうなんです。6月の10日からだったと思うんですけれども、劇団四季さんの方で、上演が始まると。1ヶ月ほど東京で公演をされた後、地方にも回られるっていうことで、我々もね、この近くに公演来られた時はぜひ見に行きたいなと。そうなんよ、全国アンギャっていうことなんですね。そうです。で、このコーラスライン、もう私の中でですね、人生で3本の指に入る作品なんですよ。なるほど。もうそれくらい大好き、愛してやまない作品なので。名作ありますわね。そうなんです。だからぜひぜひ今回は語りたいなと。で、私は4歳からもうすぐ48歳になるんですけど、ずーっとミュージカルいろんな作品見てきて、このトップ3っていうのはやっぱり年齢とともに変わるんですよ。なんだけどこのコーラスラインは不動なんです。ずーっとトップ3に私の中で居続ける作品なんですよ。それはなぜかっていうことなんですけど、このコーラスラインの扱うテーマっていうのが非常に普遍的で、今の日本人にこそ見てほしいメッセージがたくさん込められてるなっていうふうに感じるからなんですよね。なので今回はね、ぜひ西にも、それはコーラスライン魅力的な作品だな、見てみたいなと思わせることを目標に、コーラスラインの魅力について、語っていこうかなというふうに思います。で、このコーラスラインなんですけれども、1975年にブロードウェイで初演を迎えて、その後1990年まで続きます。ね、15年、実にロングランをしたわけですよ。その当時にしたら、最長記録です。で、その後ね、オペラ座の怪人とかキャッツとかウィキッドとか、ライオンキングとかシカゴとか、いろんな作品にちょっと抜かれちゃうんで、それでも今現在でも調べましたが6位なんですよ。最長ロングラン記録の6位に君臨するのがこのコーラスラインっていう作品。とにかくはもうアメリカ人に愛されまくってる作品なんですね。で、映画化もされてます。で、あとね、2006年に再演されてるんですよ。で、その再演されてるやつを幸運なことに私見に行ったんです。ブロードウェイで。もう激感動しました。で、その2006年版の再演の時も、確かドキュメンタリー映画みたいなのが作られて、コーラスラインを受けに来た人たちのオーディションの様子をドキュメンタリーで撮るっていう映画にもあるんで、だからそのマイケル・ダグラスさんが出てる映画と、そのドキュメンタリー映画を予習で見られるっていうのはね、皆さんおすすめいたします。これでよくね、作品のストーリーとか背景っていうのがね、理解できるかと思います。はい。で、私からもね、軽く、コーラスラインのあらすじみたいなのを説明したいというふうに思うんですけれども、タイトルにもなってるこのコーラスラインなんですけれども、っていうのは舞台の前方にこう敷かれた白い一本の線のことを言います。あなたたちこっから前出ちゃダメよみたいな。つまりコーラス、いわゆるバックダンサーを選ぶオーディションに
集まった人たちの、うん群像劇みたいな、なるほど。お話になります。はい。でブロードウェイでうんショーをさせようとしている演出家のザックっていう人が、うんいるんですけれども、うんそのザックが、ダンサー一人一人を見て、いろいろ振り落としていくっていうところから物語は始まって、うんで最終審査に残った17人の男女、うん女性9名男性8名の中から最終的にうん合格するのは男性女性それぞれ4人ずつ、うんこの2倍ぐらいの倍率の中でどうじゃあ最終的に合格者を決めていくのかうんっていうところなんですけど、うんザックの手法がちょっと一風変わってて、うん普通コーラスっていうかバックダンサー選ぶんだったら、ダンスの上手い下手とかね、歌の上手い下手でじゃあこの人って決めるのかなと思いきや、最終選考に残った人たち一人一人のそれまでの生きてきた人生だとか、なぜダンサーを目指したのかとか、そういう物語を彼らから聞いていこうっていうのが最終審査のやり方だったんですよ。で、その17人の参加者たちはですね、こんなオーディション知らんぞっていう感じで最初はすごいみんな戸惑うんだけれども、それぞれ徐々に口々に自分の人生を語り始める、でっていうのがこのコーラスラインの、大まかなあらすじになります。でこの演出家のザックっていうのがですね、いわゆる天の声みたいな存在です。一応舞台に何回か出てくることはあるんですけど、基本的にはなんか客席にいる我々からしたら天の声的な感じでずっとザックがその参加者たちにこう語りかけていく、問いかけていく、でそれにこう舞台上の参加者たちがザックの方に向かって、つまり客席の方に向かって自分たちの人生を語ったり歌ったりするっていうのがコーラスラインですね。でコーラスラインの何がすごいんかっていう話なんですけれども、私はね大きく分けて3つご紹介したいと思います。まず1つ目、舞台のセットがめっちゃシンプル。さっきお話ししたこの白い一本の線と舞台後方にある鏡以上です。それだけ舞台のセットが。で西例えばウィキッドとか、あとオペラ座の怪人とかね、実際見たら分かると思いますけど、キラキラドカーンキラーンドカーンバーンバーン系のやつって大階段があったりね、大階段があったり、もうキラキラバカン急に語彙力がアホになるっていう擬音擬態語で。いやだから大階段を用意しないといけないとかさ、なんかこうウィキッドでだったらオズのなんかこう最初ね遭遇する時のこの機械仕掛けのオズ、大掛かりなオズの人形が出てきたりとか、バコン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 しゃべる。それは相当舞台装置って必要でしょ。めちゃめちゃお金かかってるでしょ。それがライン一本パーンと引いて、で後ろには鏡をポンポンポン揃えるだけ。それがなんで15年も続いたんやっていう話でしょ。例えばそのウィキッドだったりディズニーみたいな分かりやすく本当に舞台もきらびやかで衣装も派手でもう転換がもうすごくってっていうところでお客さんって飽きないし、そうだよね。そういうもうショーですよね。ショー的な要素が強い作品がヒットするっていうのは分かるんですけれども、コーラスラインはほんまに一本の線と鏡だけで15年お客さんを引きつけてきたんですよ。つまり演者さん、ダンサーさんたちの演技とか、もうそのダンスとか歌とか、もうそれだけでお客さんを引きつけなければいけない。もう演者さんにとったらものすごいプレッシャーですよ。それはすごいね。そうなんです。それはとってもすごい世界だね。そうなんですよ。で、やらしい話すると超低予算です。だから劇団四季さんもツアーされるけどめっちゃツアー向きの作品なんですよ。そうやわね。そう全国歓迎しやすいっていうね。もうあれじゃないの、ワンボックスか1台でいいんじゃないいやほんまそうかもしれない。大きなもう10トントラックみたいなね、そんなにこう積み込まんでもほんまにワンボックス1台あったら鏡なんかね。そうなんですよ。でテープなんか引くだけでしょ。引くだけやしね。そうで言ったら演者さんの衣装だって、最後のワンの時だけキラキラの衣装着ますけれども、それまではもうずっとみんな同じ格好でね終始しますんで、だから
まあ、衣装だって2着でいい、1人当たり。そうっていうふうに考えたらすんごい低予算の舞台なんですよ。っていうところがまずそれがまずすごいところナンバーワンですね。でこれナンバーツー、これは振り付けです。振り付けね。でこのコーラスラインの振り付けをされた方っていうのがマイケル・ベネットさんっていう方で、もともとダンサーの方が、振り付け家に転身された方なんですけれども、この人はもういろんな人が口々にジーニアス、天才だというぐらい、やっぱちょっと奇想天外でね、今までにない斬新なね、ものを提供してく振れたわけね。り付けを考えられる方で、ちょっとしのごの言わずに実際ね、映像を見ていただきたいと思います。今これ真ん中で踊ってるのがザックです。演出家のザック。後ろにいる人たちがオーディション受けに来てる人たちね。じゃあはい、ここでとりあえずこれ、まさに1曲目なんですけれども、最初舞台が始まって、舞台にパーンってライトがつく瞬間って、演者の人たちみんな客席にお尻向けた状態で、鏡の方を向いて振りのこう確認みたいなのをしてるんですよ。そうそう。でちょっとざわざわしてて、で、皆さんこう覚えましたねと、今この振りね、今ので覚えたよね、じゃあ一回鏡を見ずにこっち向いて、頭からやってみるぞって言って、ザックが客席の方にやってきて、鏡向いてた人たちがバッとこっち向いて、で、5、6、7、8で、チャラチャチャラララチャッチャって今のやつをやるんですよ。もう、あの瞬間、5、6、7、8っていうのが、もう、ブワーって私もう、鳥肌がね、ブロードウェイで見たときに。それだけもう、あれなんでしょ、見事にパッとこうね。もう、パンっていう、始まりました、コーラスライン。切り替えがね。なるほど。もうね、私は本当にこれリバイバル版でオープニングね。そう。もうそこでグッて掴まれるんですよ。そうか。だから映画で言えばいきなりこうバンとタイトルがこう出るみたいな感じで。なるほどね。そうそう。最初ざわざわから始まるし、みんなお尻向け通し、なんじゃっていうところから、もうバンって振り向いて、チャラチャ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 ラチャッチャっていうのが始まる。もうあれはほんまに、私はもうブロードウェイで見た時に、涙が出ました。あまりに感激しすぎてね。この大好きな作品をこのニューヨークブロードウェイで見れてるっていうもう感動で、他の観客の方々はもうここのシーンでうわーですよ。もう大歓声上がる。もうここの部分だけでね。っていう。ただこれ有名な曲ですもんね。そうですね。こんなん私コーラスライン一回も見てない人間にとってもこの曲は耳なじみがあるぐらい。そうでしょ。それと多分ラストのワンも聞いたことありますよね。CM でね、使われてるから。だから曲もいいんですよ。曲も非常にいいんですけれども、やっぱり我々は音楽をやる側ですけど、でもうダンスに関してはめっちゃ素人だけれども、もうこれはねほんまダンスに目がくぎ付けになります、っていうぐらいこのマイケル・ベネットさんの振り付けが斬新、めちゃくちゃ、っていう感じですね、よう考えるなこれって、本当に一人の方がよくここまでの振り付けを、私もいろんな作品を見てきましたけど、ちょっとこんな感じの振り付けはないです、未だに。で、よくインスタとか、SNS 見てると踊ってみたでこのコーラスライン踊ってる人いまだにたくさんいるんですよ。皆さんに朗報なのが、ちゃんと劇団四季さんバージョンでもこのマイケル・ベネットさんの振り付けでされてるので、ご安心くださいっていうか、この振り付けの見事さをぜひぜひ皆さんで楽しんでいただきたいなというふうに思います。50年経っても愛される、もういろんな人が SNS で踊ってみたをやりまくる、それだけ魅力的なダンスであるっていうことね。そうですね。はい、それが2つ目。そして、コーラスラインの魅力を3つ目なんですけれども、これキャラクター一人一人の個性とかドラマがものすごいね、重厚っていうか、もう本当にそれぞれなんですよ。キャラが立ってるっていうことでめちゃめちゃ立ってるんですよ。ドラゴンボールみたいなもんやね。ちょっと分かりづらいけど。孫悟空、孫悟飯でね、ピッコロもいる、ベジータもいるみたいな、クリリンもいる。
キャラクターが立ってるじゃないですか。キャラいやでもまあまあ確かにそういう意味ではそうです。17人全員が、等しくは光当たってるわけじゃないんだけど、もちろんめっちゃ目立つキャラと、キーになるキャラクターと、まあそうでもないっていう人いるんだけど、でも必ず17人全員の人生が一つの作品の中で語られます。まあだから孫悟空とプーアルみたいなもんや。プーアルね。そうそう、だからプーアルキャラもいるんですよ。でもちろん悟空キャラもいるんですよ。けどちゃんとプーアルにもプーアルのストーリーがあって、ちゃんとそれは必ず語られる。だから私は自分の中の自慢なんですけど、この17人の参加者全員の名前が言えるんですよ。もう衣装見たら分かるんんです。この子何々や、この子何々。それぐらいやっぱりほんまに孫悟空からプーアルまでちゃんと一人一人に個性がきっちりあって、でバックグラウンドね、ストーリーがそれぞれにあって、まあいわゆるいろんなもうそのアメリカのというか、当時のアメリカで現代の日本に通ずるような問題ね、いわゆる多様性っていうんですかね。だからやっぱり人種とか、まあ、宗教もそうだし、あとその LGBTQ の問題とか、そういうのをたくさんはらんでるお話になるんですよ。だから劇団四季さんがされるっていうことももちろん素晴らしいことなんですけど、どうしても当たり前の話ですけど、劇団四季さんがやっちゃうと全員アジア人なんで、ちょっと人種が分かりにくいんですよ。そこがねちょっと一つもうどうしようもない点だけど、自己紹介の中で私黒人ですとか、私はプエルトリコ人ですとか、もちろんそうって言ってるんで、そこでちゃんと汲み取っていかないと、やっぱその人種の問題っていう、もうかなり根幹をなす部分っていうのが、やっぱりね日本人にはどうしてもまあそうね、そう分かりづらいんですよ。日本はやっぱり島国ですからね。長年鎖国の時代をねずっと続けてきた国ですからね。そうなんです。アジア人が全員でやってしまうと、ちょっとそこがね分かりづらい、視覚的にね分かりづらいっていう点はあるんですけれども、それでもまだまだやっぱり私を推したいなっていう作品になります。この一人一人個性がある、で全然バックグラウンドが違うけれども、みんな素晴らしいよね。ちょっと恥ずかしい過去もあったりとかね、もう人に言うのがちょっとはばかられるような辛いことがあったり、そういう人も中にはいるんですよ。でもそんなのも全部ひっくるめて、みんな素晴らしいんだっていう全員17人全員の人生を全肯定してるっていうのがこのコーラスラインの素晴らしいところで、それがまさにラストの曲1につながってくる。ラストの曲1で、1の歌詞ってね、まあざっくり言うと、日本で言うとこの世界に一つだけの花みたいな感じなんですよ。意味わかります？まあ皆さんもこう言ったら分かっていただける。そうナンバーワンじゃなくてオンリーワンっていう、そのワンとこのワンは同じ意味なんですよ。一人一人が素晴らしいねっていうワンと一緒で、世界に一つだけの花って調べたんですけど、2002年の曲なんですよ。で日本で2002年にこう高らかに出たこの曲が1975年にはブロードウェイでやっとったっていう話なんですよ。だから私いつも思うんだけど、ブロードウェイアメリカって日本の軽く20年先は行ってるんですよ。なんか言うよね。いやなんか昨日のアメリカは明日の日本とかなんかそんなことを聞いたことある。そうなんですよ。やっぱりもういろんな考え方ね、とかそういったものが、まあ、文化芸能スポーツなんでもそうなんだと思うんですけども、やっぱりね1本も2本も3本もやっぱりアメリカは先んじてると。そうなんです。でしばらく遅れて日本が追いつくみたいな。そんな感じなんですよね。それぐらい違うんだよっていう、まあお話でございました。以上がまあ一応コーラスラインの魅力のお話でございました。今度私たちね、歌ってみたでコーラスラインの曲いよいよ初めてなんですけれども、カバーしようと思ってまして、今ね練習中というか、曲を覚えてるところでございます。どの曲をやりますって確約はできないんですけど、1曲必ず絶対やろうと思ってる曲があって、その曲の今日はお話と、まあちょっと歌詞解説をネタバレにならない程度にしたいなと思います。What I Did for Love、 愛した日々に悔いはないって日本語版ではそういう題名になってるんですけれども、この曲をデュエットで
ちょっと舞台版とは違うアレンジが加えられてるものでちょっと歌おうと思ってるんですけれども、ちょっとお話ししたいなって思うんだけれども、この曲めっちゃ終盤で歌われる曲なんですよ。だからあんまり言っちゃうと結構ネタバレになっちゃうんで、ほんまさらっていう感じでね、申し訳ないんですけれども、場面としてはどういうことかっていうことなんですけど、本当に終盤の終盤、そのオーディションの最中にアクシデントが起こるんですよ。でそこでちょっとザックも、その参加者たちもちょっと動揺しちゃうっていうシーンがあるんです。でその時にザックがみんなに対して問いかけるんです。君たちはもしこの先踊れなくなったらどうする？そしたらそこにいた人たちはいろいろ口々にそれぞれの思いを、言うんです。一人ダイアナっていう、プエルトリコ人の女の子が、もう私はもうそれはもうそれとして受け入れて、もう次のステップっていうか、次の人生に行くと。自分がこれまで一生懸命やってきて大好きだったダンスを続けてきたっていうことに変わりはないと。ダンスが続けられなかったとしても、それはそれとして私はその過去も何も丸ごと全部愛して次のところに行くんだって、もうそれは変わらない。自分がその愛したものっていうものは不滅だからみたいなことをこう言う、一つのブロードウェイのダンサーたちのなんか生き様っていうかね、そういうのをこう表したラストの本当に重要なシーンで歌われる曲になります。これはだからダンスっていうことにフォーカスはされてますけれども、ありとあらゆることに言えることであってね、もしある日突然じゃあ私たち声が出なくなったとかね、そういう時に自分はどう感じるんだろうかっていう観点で、見ていただいたらいいんではないかな。これがWhat I Did for Love との、という歌の解説でございました。コーラスラインを好きな方だったら絶対いると思うんです、推しキャラが。私もいます。だからそのね、私のこの17人の中の推しキャラの話を最後はしてね、お別れしたいなと思ってまして、皆さんもね、推しキャラいたらぜひぜひコメント欄にね、書いていただきたいんですよ。私そんなん読んでみたいんでね。でちなみに私の推しキャラは誰かっていうお話を今からするんで、西も実際ね見に行くときにちょっとそのキャラにね注目してもらいたいなと思います。1人目、女性と男性と1人ずついます。女性で私の推しキャラはシーラっていう女性なんですよ。でこのシーラっていうのがですね、年齢にしたらね29歳、ちょっとダンサーとしては、特にバックダンサーとしてはちょっと年いってるかなみたいなタイプの女性なんですよ。で本人もそれちょっと気にしてるんですよ。でちょっとハスに構えた感じで、ちょっと大人の女をこう気取ってるような感じでずけずけものを言うし、けれども結構彼女自身が抱えてるものもこう結構暗かったり悲しかったりするっていうところと、作中のシーラの言動とか行動っていうのは結構やっぱりウケるんですよ。会場で笑いがパパパッと起こるような結構面白い役どころ、お芝居が上手な人がやる大人の皮肉屋の女性シーラ、注目してください。そして男性の私の推しキャラ、もうこれはね断然ポールです。ポール・マキね、ポール、プエルトリコ人の男の子でちょっとナイーブな、トランスジェンダーの男の子なんですよ。もう本当に後半の方で彼一人が舞台に立って延々長台詞をしゃべるシーンがあるんですよ。これはほんまに説得力のある演技ができる人でないとやれないぐらいの役だって、別に私思うんですけど歌わしてもよかったやんと思うんです。もうセリフのみね、芝居のみね、芝居のみなんですよ。だからソロの曲作ってポール用の歌わしてもよかったのに、それをわざわざ音楽にせずに彼が独白するっていうスタイルにしたっていうのは、でもこれ大成功だって私は思ってて、それぐらいこのねポールのお話っていうのと、ポールをされる役者さんの演技っていうのはものすごく引き込まれます。でもう会場中からやっぱりすすり泣く声が聞こえてきます。
で、うん私もブロードウェイで聞いた時にですよ、うんもうブワーなりましたうんっていうぐらいポールにも皆さん注目してもらいたい最後の長台詞ね、うんこの2人が私の推しキャラなんですけれども、推しキはい、皆さんの推しキャラは誰ですか、うんということで、ちなみにこの衣装なんですけどは、バルをイメージしてこの衣装を着てみましたということで、はい、バレだそうです誰か知らんけど言うてどうですか西、うんここまで聞いてみて。まあだから青春青春じゃなくてね、ヒューマンドラマみたいなもんなんでしょ。本当にそうですよ。でなんかこう踊り歌だけじゃなくて一人語りっていう場面もあるわけでしょ。あるんですあるんです。お芝居一本やりでずっとね。そういうキャラもいます。だからそれがね、なかなかでどんな作りになってるのかなっていうのがすごく興味がありますね。そうですね。はい。で、実際にこのコーラスラインの一人一人のそのエピソードっていうのは結構実話に基づいてる部分もあったりして、マイケル・ベネットさんが知り合いのダンサー集めていろいろ聞いたお話とかも結構盛り込まれてたりするんで、だからね、妙にリアリティがあるんですよ。そうそこも魅力だったりしますんでね、ぜひぜひ皆さんチケットが取れるようであればね、私の大推し、もうトップ3から1回も陥落したことがないコーラスライン、ぜひぜひ見に行ってください。見に行ってください。これはおすすめです。おすすめですね。自信を持っておすすめしまおすす。すめします。はい。というわけで、また別の動画でお会いいたしましょう。愛でした。西でした。愛&西でした。バイバーイ。バイバイ。